例えば他人の心が読める者がいたとして、その人物はどのような人生を歩むのだろうか。周囲を巧みにコントロールして絶妙な立ち回りで出世するかもしれないし、周囲に嫌気がさして世捨て人のように一人で生きていくのかもしれない。周囲から忌み嫌われ遠ざけられて、居場所すら見つけられずにさまようのかもしれない。例えば、と切り出したけれど、私がこれから語るのは例え話ではなく昔話だ。昔話。心を閉ざした妖怪少女、コメージ小石のバックグラウンド。彼女がまだ心が読める少女であった頃、彼女の姉であるコメージ悟り、つまり私はろくでもない姉をやっていた。頼られても受け流し、頼まれてもはぐらかす。のらりくらりと煙に巻き、尻尾を巻いて逃げ回る。ろくでもない人物をやっていた。やっていたというより、やっていると言った方が正しいかもしれない。他人と関わることを億劫に感じる性分は今も治ってはいないし、特に不都合もないので治す気もない。そして彼女は、そんな姉に見切りをつけることもなく、当たり前に親しみを持って接する人物だった。いい子だったのだ、彼女は。見ていて危ういくらい。けれど私は、そんな妹の危うさを放置した。ペットだろうとなんだろうと放任する私は、妹でさえ放任した。関心の薄さに起因する放任主義。どうしようもない悲劇を招いた原因の一端が、そんな私の無関心にあったことは否定できない事実だろう。だからこれは、初めから欠けていた姉による、姉妹には欠けてしまった妹についての失敗談である。一人の少女が世界に恋し、絶望するまでのおとぎ話。始まりから終わりまで、一貫して欠陥だらけの物語を綴ろう。ねえお姉ちゃん。人から好かれるにはどうすればいいのかな。溺愛すべき妹が無垢な顔してそんなことを言った。なに今この子ものすごい難しいこと言わなかった？この心の専門家、コメージ悟りをもってしても返答に窮しかねない難問を提起しなかった？小石ちゃん、対人関係の指南書なら、書庫のどこかの棚にでも置いてあったような気がしないでもないわよ。お姉ちゃん、私はお姉ちゃんに聞いてるんだのお姉ちゃん。逃がしてはくれないようだった。やれやれだな小石ちゃん。まさかこの私から建設的な意見なんかが出てくるとでも思っているのかい？初手から開き直らないでよ。上から目線で無能アピールとかやめて。などと真顔でたしなめられてしまった。無能を傘に切る作戦は失敗に終わったらしい。しかしどうしてそんなことを聞くのかしら？人選ミスはさておきにしても。さりげなく自分を諦めないでよ。私にはお姉ちゃんしか頼る相手がいないんだからさ。私しかいないのか。じゃあ誰にも頼れないじゃん。かわいそうに。まあいいわ。それで、あなたはどうして人から好かれる方法を知りたいの？お姉ちゃんに話してごらん。他人の心を読める私がなぜこんな質問をするのかというと、実は悟り同士は互いに能力が干渉し合ってうまく読み取れないのである。とはいえ、どんな感情を抱いているかくらいはわかるのだけれど、細かい模様はぼやけてしまうが、色や形くらいは識別できる。そんなイメージ。みんなと仲良くなりたくて。みんなって？みんなはみんなだよ。当然だとでも言いたげな即答だったけれど、こちらとしては割と成立させられる。多分、彼女が言っているのはこの世のあらゆるみんなである。正気を疑ってしまう。みんなと仲良く。志としては悪くないんじゃないかしら。だけどそれは志すだけのものであって、実現させるようなものではないわよね。だって理想は叶えるものではなく、折り合いをつけるものだから。その辺をわきまえておかないと、どんなに立派な信念だろうと自分を苦しめる呪いになる。あなただってそのくらい、理解していると思うけれど。わかった。それじゃあ一言だけ、私からアドバイスさせてもらうわね。やめておけ。アドバイスは無視された。いいよ。自分で何とかしてみる。そう言って立ち去る妹の妙に優しげな微笑みが、私の姉としての抜けなしの狂人にそれなりのダメージを負わせたことはさておき。そんな会話があった数日後、飼い猫のおりんが頼んでもいないのに小石の近況を報告しにやってきた。頼んでませんでした。悟り様があまりにも小石様にノータッチだったので、てっきりそのあたりの管理についてもあたいの仕事ということになっているものかと。頼んでない。やってほしいことがあったら直接言うから。言われなくてもそのくらいやってほしかったって後から言わないですか？何こいつ、私の心読めるの？怖いんだけど。小石様頑張っちゃってますよ。心理学とか交渉術とか自己啓発とか、コミュニケーションに関する本を片っ端から読み漁って、鏡相手に練習とかしてますし。おりん知ってた？笑顔は相手に安心感を与えて、周りからの印象を良くするんだって。笑うだけで対人関係を良くできるなんてこれはもう極意と言ってもいいんじゃないかな。なんて言ってはしゃいでましたよ。すがすがしいくらいスルーされてるな私の意見。
あの子は自分の価値観に関しては頑固なところがあるからな。思い込みも激しいし、なんというか容量が悪い。姉妹でかなり似ていない私たちの数少ない共通項だ。生きるのが下手だよな。何か言いました？いや、まあいいんじゃないの？本人が幸せそうなら、妹の幸せを願うだけの無欲な姉だよ。幸せは願うものじゃなくて掴むものですよ。二度と私の前で前向きな発言をするな。そんな不毛な命令初めて聞きました。穴掘って元通りに埋めろという方がまだマシなくらいですよ、と呆れるおりん。いやまあ、いい感じのセリフをしれっと言われたのが尺に触っただけなのだけれど、それにしても小石も物好きよね。他人と仲良くなるためにそこまで頑張れるだなんて。妹のけなげな努力にお姉ちゃんは感動すら覚えるわ。心にもないことを言いますね。心ないことを言うよりはマシでしょう？ごもっとも。しかし実際、そのモチベーションがどこから来ているかというのは気になるところではありますよね。好きな人でもできたとか、姉としてはその辺ちょっぴり複雑だったり。さあ、あの子の人生なのだから、あの子の好きにするのが一番なのではないかしら。心からそう思う。誰が誰と関わろうと自分には関係のないことだから、他人の人生に介入するほどの積極性など私にはない。釣れないですね。恋愛相談とか持ちかけられたらどうするんですか？持ちかけられないように立ち回るわよ。参考に体験談とか求められても困るしね。なはは、悟り様でも初恋の話とかは恥ずかしいんですね。ああ、いやいや、そういうことじゃなくてね。むしろ初恋のあれこれなんかよりずっと恥ずかしい話なのだけれど。私、誰かを愛したことがないのよ。こんな感じのやりとりをちょくちょくやるせいなのか、私はおりんからいふられている。それが灼熱地獄跡の異変の際に事態をややこしくしたことを思うと反省するところがないではないが、そもそも私は他人に気を使うことが苦手なので、未だに改善されることなくおりんは内心ビビりっぱなしである。結果から言えば、例の異変におけるおりんの行動はナイス独断だったし、そうやって自分で考えて動けるところも含めて私としては割と高評価なのだけれど、心の底で怯えてるのにニコニコしながら話しかけてくるところとか大好きだよ。そんな会話があった数週間後、買い取りの奥が頼んでもいないのに小石の近況を報告しにやってきた。どんだけ愛されてるんだよ小石。ちょっと焼いてしまわない。小石様、最近ずーっとニコニコしてて機嫌がいいみたいです。何かいいことあったのかな？むしろ何事もなければ良いのだけれど。何もない方がいいんですか？それが一番面倒が少ないからね。妹の世話を面倒などと表現すべきではないのだろうが、分かっていてもそう感じることに変わりはない。面倒事は他人に任せる。妹の管理をペットに任せて、ペットの管理をペットに任せて、庭の管理をペットに任せて、音量の管理をおりんに任せて、灼熱地獄の管理を奥に任せて、実は私、管理者とか向いてないんじゃないのか？ねえ奥、なんで私、地獄跡地の管理者なんてやってるのかしらね。悟り様がすごいからじゃないですか？本当に？どこを？具体的には？すごいところがすごいです。そっか尋ねる相手を間違えたな。まあ私がすごいかどうかはともかくとして、こんな私が曲がりなりにも管理者をやれているのは、ひとえに周りの協力によるところが大きいのでしょうけれど、音量を恐怖で管理できるからというのがここに私が据えられた理由の一つだった気がするけれど、それも結局おりんに任せっきりだし、しかも私よりよっぽど適性があるというのだから、これはもう酷使しない手はないわよね。高評価だー。あれは私の右腕みたいなものだからね。悟り様、私は奥は左腕かな。よっしゃー、悟り様の左腕レッドだぜー。私が腕持っていかれたみたいに言うのはやめようね。ただでさえ短いんだから。利き腕に比べていまいち制御が効かないところがいかにも左腕という感じだ。でも悟り様、たとえ周りの協力ありきだったとしても、こうして今の地名伝が成り立ってるのは悟り様がいたからだと思うんですよ。だって、私たちはみんな、悟り様が大好きだから集まってるんだもん。悟り様がいなかったらみんなここに集まらなかったし、私もおりんと出会えなかったかもしれない。だからすっごく感謝してるんだ。なんて都合のいい解釈だろう。単に偶然が連鎖しただけの話で、私が何かをしてやったわけでもないだろうに。都合の悪いこととか、全部忘れちゃうんだろうな。奥は可愛いな。可愛い。思慮は浅く、愛情は深く、扱う上でこちらにとって一方的に都合がいいところが最高に可愛い。主人公とイチャイチャするために効率よくスピーディーに落とされる量産型のヒロインみたいだ。愛玩動物としては申し分ない。まったく、嫌われて当然みたいな人格のくせにこんなに部下に慕われちゃって。本当、私は過保者だわ。心を読む能力のせいで散々嫌われながら生きてきた私だが、その能力のおかげで地霊伝を任され、たくさんのペットに恵まれている。
普通の幸せはつかめなくても、異端は異端なりに幸せになることはできる。弱い奴は弱いままで、正しくない奴は正しくないままで、異常な奴は異常なままで、孤独な奴は孤独なままで、嫌われ者は嫌われたままで幸せになる方法を見つければいいのだ。そのあたりのことを妹にも分からせてやりたいところだけれど、あの子は普通の幸せにこだわっているからな。幸せになれるといいな。人事のように、そうつぶやいた。先に結末を言ってしまうと、小石の試みは失敗に終わる。ここまで読ませておいて今更ネタバレもどうかとは思うけれど、冒頭でそもそも失敗談と書いているし、この流れでハッピーエンドを予想している人もあまりいないだろう。成功談にはどんでん返しがつきものだが、失敗談には予定調和がつきものである。どうしてそんな急に結論を急いだのかというと、単純に私が結論しか把握していないからだ。奥宇との会話以降、私がきちんと語れるのは最後の展開のみ。そのくらい当時の私はちゃんと妹のことを見ていなかった。今だってちゃんと見ているとは言い難いけれど。ともかく、だからこの後、数ヶ月後の結末まで一気にシーンが飛ぶ。故にここでつなぎとして、小石に何があったのか、後におりんから聞いた話を大まかに記しておこうと思う。みんなと仲良くなるために小石が初めにやったことは、自分が属せる可能性が高いコミュニティの選定だった。彼女は見た目が自分と変わらない同世代っぽく見える集団を選んだ。なるべく目立ちにくいように、周囲に埋没しやすいように。心を読む能力が忌み嫌われることを知っていた彼女は、もちろん自身の能力のことを秘密にして近づいた。守備は上々だった。相手の心を読み取り、求める言葉や態度を把握してそれを叶えることで小石は周囲との友好を深めていった。求めに応じることで喜ぶ彼らの様子を見て、彼女は幸せそうにしていたという。しかしある頃から、その関係に亀裂が生じるようになる。相手の内心に対してあたかも心が読めるかのごとく正確に対応し続ける小石の様子を彼らが奇妙に思い始めたのだ。それからというもの、彼らは小石と距離を置いて接するようになった。一緒にいても壁を隔てているような状態が続き、やがて耐えかねた小石は行動を起こす。彼女は隠していた能力のことを正直に打ち明け、以前のように接してくれないかと彼らに歩み寄った。そして、そこに自分の居場所など、最初から存在しなかったのだと知った。彼女が世の中と破局したのは、これで3度目のことだった。聞いてお姉ちゃん、私また失敗しちゃった。話してごらんなさい。そう言って促したものの、この時点でおそらくもう手遅れであろうことは分かっていた。危機寸前なまでに危機迫る彼女の心に内心たじろぐ。どこまで会話が成立するかも怪しいくらいだった。確か、笑いながら暴れ回った末に自殺した人間の精神状態がこんな感じだったと記憶している。一度目はね、完全に失敗だったよ。心を読んだら嫌われるってことに気づかなかった。私にとっては、心が読めるのが当たり前だったから。それで2度目は秘密にした。だけど結局は気味悪がられた。私が異物だって、言動で大体わかっちゃうんだよ。私より周りの方がよっぽど里かったんだ。その時私は最後まで隠し通したけれど、その人たちとはそのまま疎遠になっちゃったな。だから3度目は言動に気を配った。態度とか言葉とか、周りの人に好きになってもらえるように頑張って身につけた。今度こそ大丈夫だと思ったし、うまくいってると思ってた。だけど、結果は同じだった。うまくいってると思ってたのは私だけだった。2度目の土地みたいになるのが嫌で、一か八か正直に話してみたけれど、やっぱり私に居場所なんてないみたいだ。ははは、もう、やだな。どこへ行ってもこうなるんだもんな。私、何か悪いこと、したかな。嫌われるようなこと、したかな。容赦なく言うと、したのだろう。心が読める能力が忌避される以上に、心が読める彼女の精神が読めない大多数と食い違う。彼女にとっての普通は周囲にとっての異常であり、彼女の思考や価値観は周囲の常識を当たり前に逸脱する。それは自分の常識がまるで通用しないよその文化圏を一人でさまよい歩くようなもので、彼女は自分が構造からして周囲と違うことを自覚しながら、幾度となくこう思っていたのではないだろうか。一体どうすれば、私はみんなに受け入れてもらえるのだろう。しかしそういった異端は多くの場合、個よりも善が優先される社会において受け入れられない。善人で形成している秩序が崩れてしまうから。ただそこに存在しているだけで、列を乱し、流れをよどませ、歯車を狂わせる。集団というものにとって、それは純然たる害悪である。だからこそ、集団としての正常な防衛機能としてそれを排除する。みんなと一緒が良かった。こんな能力いらなかった。
泣きながら吐露する彼女の思考が周囲を憎む方向に向かわないのは、皮肉にも彼女が周囲を愛しているからなのだろう。これほど周囲から嫌われて、それでも周囲を愛さずにはいられない。この先ずっと嫌われながら生きていくのかな。私がいない方がみんな幸せなのかな。ねえ、お姉ちゃん。私、消えた方がいいのかな。限界だと思った。あるいはここで助けになる言葉の一つでも言えていたら持ち直したのかもしれないし、そうするのが姉としての正しい行いなのだろうけれど、そんなことすらできない程度に私の人格は欠けていた。妹がこれほど苦しんでいる理由に、理解はできても共感はできなかったのだから。そんなことないよと無責任に励ます私の声がどれほど空虚に響くのかは想像に難くなかった。元より妹のこんな姿を前にしてさほど取り乱せない時点で、私に姉の資格などなかったのかもしれない。たかが世界から拒絶された程度でどうして、そんな風に頭のどこかで考える私が確実にいた。ともあれ、このままでは妹の心はもうおしまいだろう。私のように、最初から破綻していなかったがゆえに、破綻すらできずに潰れてしまうだろう。だから私は手を打った。解決法ではなく、対処法として、小石。誰からも嫌われない方法、知りたい？それ以来、妹は泣かなくなった。苦しむことも悲しむこともなくなった彼女には、かつて他人と関わるために身につけた笑顔が虚しく張り付いていた。心を閉ざす。それにより妹は他人の心を読む能力を失い、同時に自分の心も認識できなくなった。さながら路傍の小石のように認識から外されて、誰からも嫌われず誰からも好かれない、誰の心にも残らない存在と化した。壊れる寸前だった彼女の心を保護するために、私は逃げの一手を打つようにそそのかし、問題を先送りにしたのだった。小石はつながりを求めすぎた。認めてもらおうと手を尽くし、愛してもらおうと心を尽くした結果、友人でも恋人でもない都合のいい奴になってしまったのだ。だから、都合が悪くなった途端、拒まれた。そもそも噛み合っていなかったのだと思う。小石は好かれるための努力を惜しまなかったけれど、一方的な求愛行動としてのそれは言うなれば自己満足の奉仕活動みたいなもので、結局のところ彼女に対して共感したり同調したりした者は誰一人としていなかった。この私も含めて、彼女は他人を喜ばせることで相手と通じ合ったような気分になっていたようだけれど、それはおそらく通じ合うこととは違うし、仮に違わないとしても他人と通じ合った程度のことに喚起している時点で一般的な感性から忘れている。多分、当たり前なのだ。大多数にとって、他人と通じ合うなんてことは、私のような遠征家でも知識として知っているが、世間では他人と通じ合うことを社会性と呼んでいて、そういう社会性によって社会は成り立っているのだから、共感を特別視していることが異端であることの証明だ。他人の心が読める者がいたとして、その人物はどのような人生を歩むのだろうか。その問いに対して今回の話から言えるのは、その者の人生は確実に狂うということだ。成功するにせよ失敗するにせよ、まともな人生は送れない。人並みでないものに、人並みの幸せはつかめない。だからこの悲劇とも思える結末は、実のところ収まるところに収まっただけなのかもしれない。けれどそんな結論もあまりに救いがないと言われればその通りなので、ここは一つありがちな希望的観測にすがって締めくくるとしよう。いつの日か妹を救ってくれる人が、妹の心を解きほぐしてくれる人が現れるかもしれない。他人任せで自分勝手な話だけれど、せめてその時が来るまでは、私の手で守ってあげよう。妹を救わなかった姉として、彼女の幸せを願いながら、